はい、どうも皆さん、こんにちは、コドルです。次回の古戦場が風属性に決まったということで、皆さんお待ちかね、ガチ勢対談のお時間となっております。前回の古戦場がね、終わってからちょっと時間が空いちゃったんですが、ようやくちょっとね、そのタイミングがあったということで、今回は、セイウチさんにゲストとして来ていただきました。2回目ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2週目のトップバッターがまさかの僕か。とマジでかったじゃん。この野郎。はい。じゃあ、ということで、今回もまたセイウチさんに来ていただいたんですが、はい、一応ね、このガチ勢対談は、今回の風でなんと2週目ということで、いやー、1年間やりきったね。やりきったね。あれですね、一応2回目なんだけど、セイウチさんを今回初めて知るっていう風な人もいると思うんで、簡単にちょっと自己紹介してもらえますか。そうですね、YouTube で、主に動画を中心にやっているセイウチと申します。よろしくお願いいたします。はい。で、次、風古戦場に決まって、なんかその、ちょうど水着とか、新しいキャラが実装される期間で、これからガチャを引いて、新キャラと同時にね、その風属性の武器を同時に狙っていくっていう人が、結構多いと思うんですが、ここでね、どの武器をどういう風な優先度で集めていくかっていうところはかなり気になるところだと思うんで、前回の古戦場に比べてね、めちゃめちゃ変わったよね、環境が。だって古戦場終わってからの武器実装されたじゃん、いろいろ。その、前々回、風の時と前回があまり変化がなかったんだよね。いや、そうだね。全然変化なかったね。召喚石はちょっと変わったけど、でもそれ以外は何にも変わってなかった。じゃあ、ということで、その気になる風属性の現状の環境っていうところを、セイウチさんと一緒にちょっとお話ししていければなというふうに思います。はい。で、まずガチ勢対談の時に、これいつも毎回お決まりなんですが、今回に関しては、その武器周りとか、ちょっと召喚石の話もするんですけど、武器周りのところがメインになるんで、初めにね、セイウチさんがどれだけ風属性に入れ込んでいるかっていうところで、リミ武器と石油武器を何持ってるかっていうところを最初に見せてもらって、じゃあちょっと対談に入っていきますか。じゃあリミ武器からちょっと見せてもらおうかな。恥ずかしい。もうリミ武器とかも恥ずかしいですね。はい。ということで、リミ武器はそうですね、所持数が今のところこんな感じになってますね。もうこれ、本当のガチ勢が見たら、お前本当にガチ勢かってちょっと、言われそうなんだけど、ごめんなさい。まだ素体持ってないんで、シャルケンは2本なんです。なるほどね。これは、次回のグラフェスで、3本目、取ります。なので、もう少々お待ちください。あれですね、シャルケン3本目に関してはカミングスーンみたいな感じなんですが、セイウチさんがもう動画投稿やってるから、多分この辺に関してはあれかな、セイウチさん自身からまたなんかアップデート情報をもらえるみたいなのでいいのかな。そうですね。現状は、シャルケン今2本っていうところなんですけど、3本目どういう風な感じでイメージしてるかっていうところも含めて、ちょっとじゃあ今日の話聞いていきますか。はい。じゃあ次、石油武器見せてもらえますか。そうですね。石油武器の感じが今のところこの4種類ですね。でもあれだね、なんか前回の対談に比べては、追加されたのはやっぱあれか、ルミナスのロンフェアか。これは熱いね、ロンフェアは。これもうだってガチ勢を名乗るんだったらもう持たないとダメでしょ。ロンフェについてめっちゃ気になるみたいな人も、ひょっとしたら今回の、見てる方には多いと思うんですが、ルミナス武器に関しては、前回の土子戦場の時もそうだったんですけど、ルミナス武器専用の対談をするんで、ちょっと今回ロムフェアの話はほぼしないと思うんで、そこだけご了承くださいって感じですね。はい。はい、じゃあそんな感じでね、本題の対談に入っていきますか。はい。それでは、実際に対談に入っていこうと思うんですが、まず一番最初に、今この動画を見ている人は、風属性が好きな人がほとんどだと思うんですが、一応ね、これからゼピロスに移行するっていう風な人とかも見てるかもしれないんで、まず一番最初に土台ですね。ゼピロス編成が、マグナ編成から移行するときに、優先武器に作成して移行したい武器っていうところを、一番最初に教えてもらってもいいですかね。そうですね。とりあえず、前回とだいぶ変わっちゃったんですけど、まず、優先的に作るべき武器が、そうですね。この、シャルケンですね。これが、まず2本。それとセットで、この、そうですね、この、通称、猫探検も2本が、まず、移行っていうよりかは、もう風を頑張る上での必須の武器なんで、まずはこれを最優先でやっていきましょう。なるほど。
まあでもここに関してはあれかな、なんか他の属性で散々言われ続けてるからあんまり違和感ないかもしんないけど、まあ多分ちょっと気になるところで言えば、なんかあれだよね、その猫探検、まあ通称猫探検の、その武器種があんまり良くないから、あんまり強くないんじゃねみたいなところをなんか気にしてる人が多いかもしれないんだけど、やっぱりイーウェア探検は2本でいいのかな？イーウェア探検はもうやっぱり、2本。国連に関してはもう2本いる。作ろう、2本。まあでもあれか。薬状武器だからね。武器種がなんであれ。OK。じゃあ、まあとりあえず、まああれですね。まあなんか今のグラブル界のまあ、ほぼなんか半分紙石っていうか、その属性を強化するときのほぼなんか常識っていうか暗黙の了解みたいな感じになりつつあるけど、まあとりあえず、まあこのレゾネーター系の武器と、あれですね、薬状武器2本ずつは、まあまず最優先セットしましょうみたいな。まあここが移行というよりかは、その属性を強化する上での入り口みたいなところですね。そうですね。ここの2本ずつはもうマストで。で、これは、ちょっと、話で、まあ、結構出てくるんですけど、猫探検3本目についてはいらないです。3本目はもう、シャルケンとの兼ね合いで枠がありません。そうか、あれですもんね。シャルケンのスキルを満たすためには、その同じ武器を複数本入れづらくなるもんね。そうですね。その武器スキルを、このなんか15種類っていう風なのが、まあ結構めんどくさい武器なんで、シャルケン3本、猫探検3とかっていう風になっちゃうと、もう装備枠がカツカツっていうかもう多分ないんで、なので、まあ猫探検はどう頑張ってももう2本で十分ですね、ここは。了解です。じゃあまあ、一旦まあそんな感じで揃えていくと思うんだけど、じゃあちょっとここね、移行のところの優先度とちょっと話はずれるんだけど、シャルケンと猫探検を例えば1本ずつ持ってるとするじゃないですか。ってなった場合に、2本目を作るとしたらどっち優先します？シャルケンですね、まずは。2本目の最優先は、シャルケンの方がもう優先度が高くて、猫探検はその後で十分です。とにかくあれね、まあ、とりあえず、まあ、そのキャラの取得っていう風なところで、まあ、シャルロッテとイーウィアンみたいなところをまあ先に取得しに行くと思うんだけど、まあその後武器を集めるとしたら、まず何よりもあれか、シャルケンの本数をまず最初に増やすみたいな。そうですね。そっちがもう、もう最優先です。本当に。了解です。まあじゃあそんな感じで、このまあ、あれですね、今の紙編成とか、その属性を強化する上での主軸っていうところを揃えた後に、じゃあその次に必要な、移行に必要な武器っていうのが、どんな感じで突っていったらいいのかな、武器は。まず、ナルメア県の優先度がまず高くなってくるんですけど、ただこれ紙石の両面をするっていう話になってくるのと、優先度がなんか高いケースが、猫探検を1本しか持ってないっていう場合は高くなってくるんですけど、2本目持っている場合の優先度はこれはちょっと上がってくる武器にはやってきます。なんでここは猫探検の本数で優先度を変えていくっていう風な感じになるので、あれだよね、技巧武器だから、なんか多分あれなのかな、最近よくある片面ルシとか、そういうのが結構関わってきたりするのかな。まあ両面でからフルオートをする際には必須の武器になってくるんで。じゃあまあナルメア剣が2本っていう風なところが、まあちょっとなんか条件とかはありそうなんですけど、一応優先っていうところで、まあその次に関してはどんな感じですかね。次が、リミテッド武器じゃないんですけど、個人的には宿命鉄拳の優先度が今高めで、そうですね、宿命鉄拳が2本。これはもうシャルケンとの兼ね合いにもなるんですけど、もうスキルがこの何個あるっていうのがもうありがたい、本当に。ああ、なるほど。あともうこの武器自体がもう本当とにかく強いんで、こっちの方を2本、そうですね、頑張ってください。なるほど。鉄拳は2本か。はい。理想としては、まあフロート用に放末無限2本と、あと宿命鉄拳2本っていうところがもう最低ラインみたいな。次に優先するべきは、ベインコブスについては1本で十分です。まああれですね、そのヘルの主導するとかっていうふうなことに関しては、まあ宿命鉄拳とベインコブスに関しては、まあ本数は減ったけども相変わらず必要な武器ではあるって感じですね。そうですね。なんか他にこれはあった方がいいみたいなあるかな。このグリム槍を1本かな。グリム槍については主にそうですね、
フルオート用ですね。なるほど。まあ HP も盛れるし渾身だから、まあでも1本なんですね、普通に今は。今はもう1本でいいですね。最後に欲しいのがエターナルラブです。エタラブがまさかのこの覚醒タイプが染みるんですよ。アビリティダメージ覚醒ね。この覚醒スキルもそうなんですけど、猫探検との兼ね合いで、まあ強いんですよ、この武器が。リュウニとの比較の話になるんですけど、この2番目のなんかスキルの関係で、シャルケンとの相性もいいんですよね。このスキルが、どことも被りがないんで、こういった関係でも今そうですね、イタラブがだいぶ強いです。リユニオン、シーン、ショー。ああ、ほんとだ。これ被るのか、じゃあ。このショーのスキルが、シャルケンと思いっきりぶっちゃってるんで。ああ、でもそれかなりでかいね、それ。確かに。なんで、そういった関係でも、イタラブが欲しいなってなってます。ああ、そっか。じゃあ、なんか昔は HP を盛る目的で、なんかリユニオンとグリムヤリみたいな、なんか複数本入れるみたいなことが結構多かったけど、シャルケンの条件を満たすスキル数的なところを考えても、はい、まあやっぱグリムヤリの方が使い勝手良さそうだね、こう見てみると。案外編いいです。風属性以外の武器をちょっと出すと、パラソニウム。うわ、出たー、これ。いや、なんか俺も聞いたことあるわ。これ確かあれだよね。その両面属性石とか、バブかける黒キリンとかをするときにあれだよね。強いんだよね、確か。そうですね。てか、この、覚醒攻撃タイプが単純に強いだけですね。別にパラゾじゃなくても、僕、こっちも作ってるんですけど、人形でもいいんですけど、この探検のこの攻撃タイプっていうのが強いんで、こっちもなんか微妙に候補です。この辺りについては、持ってたらっていう風な程度で。OK。じゃあ、まあなんか一通り今言ってもらったんだけど、そのゼピロスに移行するラインとしては、まあシャルケンに猫探検には、まあちょっとまあ、もうベーシック的なところだからまあ仕方ないとして、はい。宝松投げ2本、宿命鉄拳2本、まあなんかあればベインコブシ1本、虚無の国風1本、エタラブ1本、みたいな、そんな感じ？そうですね。そういった感じになりますね。はい。じゃあ今、課金武器についてなんかいろいろ話聞いてきたと思うんですが、じゃあ次無課金武器についてちょっと聞いていきますか。はい。じゃあ無課金武器で、必要な武器に関して、まあちょっとじゃあ教えてもらってもいいですかね。まず、ゴールド奈良クーバラが1本で。まあ用途は、アプサラスの本数稼ぎでからまあ超強い武器なんで。次に欲しいのが、エニアードシリーズのマンデトの攻撃タイプが1本。まあこれは、主になんかメインでの運用ですね。次に、アブシンベルの攻撃タイプが1本ですね。猫探検を1本しかない場合、余ダメージの上昇をさせたいので、持ってない人は1本で。今度の武器は、フルオートで必須な武器なんですけど、イービアビークです。まあ、できたら、渾身2とか、理想は3で。石製武器に関しては、どっちの優先度が高いかって言われると今難しいんですけど、古戦場はこと、ジークとかの高難度で天別絵。まあそういった感じで、まあそうですね。まあ天別絵とジャッジことは、まあスキルの関係でも必須な武器なんで、ぜひとも頑張ってください。せいつさんもこれから頑張ると。あと砂が1個。手に入ったら1個か。まあ、後でなんか編成見るときにもちょっと見れるかもしれないんですけど、その、手動編成でもひょっとしたら上限用で1本入れるっていう風になったときに、やっぱなんかダメージを抑えられるっていう点でも、やっぱジャッジコトの方が手動でも使いやすそうかもしれないですね。なるほど。まあ、じゃあまあ、石勢武器と今どれの武器みたいなところを、まあ、集めておくみたいな感じですね。そうですね。次の武器なんですけど、この武器に関してはもう、当たると長いんで、ちょっと、あまりね、あれなんですけど、シエテケン。いやー、でもシエテケン強いけど、なんか理想的な編成とか考えると、どのタイミングで入ってくるんだろうね、上石って。TA、なんかさせるっていう風な感じなんで、95の、そうですね、水木ティアマトを持ってない人とか、もう150の手動用ですね。シエテケンに関しては、そうですね、だから理想の編成が、まあ、できない時の妥協用ですね、本当に。これ何を持ってない人がシエテケン集めた方がいいのかな。
そうですね。チャル剣を引けなかったけど、猫探検なら2本あるとか、そうですね。シエテ剣がまあ6本くらいあると便利です。本当に。理想は6。まあそういった編成に関しては後日動画にします。はい。じゃあ、まあ、あれですね。今は課金武器と無課金武器っていう風なところで話を聞いてきたので、じゃあなんか実際の編成例というか、なんか具体的な編成例をちょっと見せてもらいつつ、まあ、どんな感じで武器を構成していくかっていうところをちょっと見せてもらいますか。最初はどうしようかな。じゃあまあ今、フルオート用の編成見せてもらってると思うんで、じゃあ、この両面フルオートからちょっと見せてもらえますか、じゃあ。はい。そうですね。まず、両面フルオートが、まあ、こういった感じが、とりあえず、編成例になってくるんですけど、まあ、これで今、スキルが16。16。でもなんかあれかな。オメガ武器含めずに16だから、まあ一応これで、ちょっと余裕あるけど、完成形みたいな感じなのかな。これが、そうですね。アビダメ中心とした、まあ、両面のフルオートっていう風な感じですね。なるほど。まあ、あともう少し、HP とかを増やす場合は、ここのエタラブをグリム槍に変えたり。じゃあ、あれか。でもなんか見た感じ、これもここが必須枠か。じゃあ、あともうこの1本がフリーなだけで、もうほぼほぼ編成としては埋まってるみたいな感じなんですね、俺は。そうですね。ここについてはもうまた耐久面を増やすなら、なんかさっき言ってたジャッジコトを入れるみたいなのがありますし。アビダメ軸になると、アビダメ火力を伸ばすために、エタララブっていう選択肢が丸いです。丸いっちゃ丸いですね。でもなんかこれ結構綺麗ですね。まあなんかそのアビ上限も1本で盛れるし、そのよだめはビークで稼げるし、みたいな。これあれですね、その上石週末になってないけど、まあここは上石週末でってことですよね。そうですね。両面だから。で、これで試すと、まあ上週末とかにしたとして、HP どのぐらいになりますかね。プレイになった場合は58,000になってくるんで、まあ平均的に言うと53,000くらいですかね。なるほど。じゃあ HP は、まあ大体6万いくかいかないか。じゃあそうするとあれだね。なんか150ヘルのフロートだったら大体5万ぐらい HP あればいいんだけど、200ヘルのフロートは多分7万ぐらい欲しいところだと思うから、まあなんか HP をここから持っていくとしたら、やっぱエタラブをグリム槍に変えるとかになっちゃうのかな、どうしても。いや、それよりかは多分、ここのビークをシオン探検に変える方が早いですね。出たー、シオン探検。あれね、例のね。てかなんかシオン探検あれだよね。なんかシュゴと剣士だったっけ？シュゴと剣士と、これとはのなんか別の妙義なんで、そういった点でもやっぱシオン探検1本あると便利ですね。そうか、じゃあなんかこれ以上 HP を盛るためプラス編集プラススキル数稼ぎみたいなシオン探検めっちゃ便利だねそれ。便利なんだよな本当に。まあでも本当にあれだね、フロートを突き詰めたい人用って感じか。じゃあこう考えるとそっか。まあじゃあそのビークのところ1本シオン探検できるかもみたいなところと、このエタラブのところを守護武器とかに変えるとか、あとなんか例えば最悪終末のスキルをその C スキルに変えるとか、なんかそういう感じであと HP 持っていくぐらいしかないのかもしれないですね、これは。まあ、200とかになってくると多分メロディオブジャッジメントを入れてってなると、ここにシオン探検にぶち込むんですけど。やばいな。まあでもそういうことか。あれだね、ちょっと、これ最初に触れるべきだったのかもしれないんだけど、あれだね、放末無限のクラフトが4万分持ってるから、イーリア探検はこの場合は1本でいいっていう風な感じなんだね、じゃあ。そうですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ両面編成に関してはこんな感じってことですね。次が、今回があれですね、その片面ルシの編成ですね、フロート編成で。そうですね。片面ルシの編成が、まあ今暫定的に作ってるのがこういった感じの編成になっていて、まあこれのなんかスキル数が。15。じゃあぴったりですね。なるほど。じゃあ、そうか。ここに来ると、イービア探検が2本入ってくるんだ。やっぱ片面だから。そうですね。片面なので。まああとここが今グリーンより入ってるんですけど、実際まあここが、まあ防御寄りにするんだったら、
礎武器だったり、そういった感じで。やっぱそう考えるとあれだね。さっき言ってた、エタラブ1本、グリム槍1本っていうのが結構便利だね。もう、スキル稼ぎに便利。ヒットポイントが、主人公が6万4000なんで、全体的には6万か。そういった感じになりますね。さっきので、グリム槍に戻した場合は、もう少しヒットポイントが伸びるかな。6万7000。2000くらい伸びたり。この辺りはもう戦う、もう敵に多分グリム槍の部分をこねくり回すっていう風な感じになってきます。でもこれあれだよね、スキル数が EV は15だから、変な武器入れてスキル数減らせないから、あんまり選択肢がないというか。遊びがなくて、遊びを増やすんだったらまた、しようと。またかよ。いやー、AJ、そうなんだ。でも、スキル数稼ぎやばいね、あの武器そう考えると。あれ、1本で3個だから、ここにほら、シオン探検を入れて、そうすると、3本目のシャルケンが入るんですよ、ここに。でもそれ、むしろ、シャルケン入れるときシオンだけないとスキル数合わないんじゃないそれ。だから、いるんですよ。だからいるんですよ。この辺についてもシャルケン3本目を取ったら、動画にするんで、よろしくお願いします。はい、なるほど。いや、でもそう考えてみるとあれだね、さっきの両面編成もそうだけど、全然遊びないね、フロート編成。遊びがないっていうか、もう、この武器のせいだよ、本当に。いやー、本当にそれだね。この武器のせいだよ。もう15種類っていう風になっちゃってるから、案外、作る分には楽なんだけど、これのせいでから、編成がだいぶもう決まっちゃうんだよね。悔しい武器だよ。でも、あれだよね。でも風のフロート編成って結構アビリティダメージが主力だから、ビーク抜くわけにいかないもんね。なると実質、秋の枠ってこのエタラブとグリムヤリンのところの2枠しかないから、もうなんか、融通が効かないけど、逆を言えば、あんまり武器いっぱい作らなくても理想編成組めるみたいな。そうっすね。そういう考え方もできる。でもここのグリム槍とエタラブの重要性に関しては、なんかこれ見るとかなり結構伝わってくるね。もうスキル数のもう稼ぐのに本当にもう便利な武器だよ、この2本は本当に。なるほど。じゃあフロート編成に関してはこんな感じかな。若干拡張性はあるとしても、あとはもう実際に、なんか週末のチェーンを含めてどういう風に HP 確保するかとか火力確保するかみたいな問題になりそうなので、フロート編成はこんな感じですね、本当に。はい、大体こういった感じになってきますね。じゃあ最後に手動編成見せてもらえますか。いかついね。いかついね、手動編成。ちなみになんですけど、メイン武器が、こっちに変わるかもしれない。いや、もっといかついが。やばすぎ。これスキル数、これでどのぐらいなの？5点で、17なんで結構大丈夫ですよ。確かに。ベイン拳だと1個スキル数減るぐらい。あれスキル数減んのかな？同じで、17かな。はいはいはい。じゃあ、スキル数が17ってことは、1本分武器に遊びがあるわけで、じゃあこれあれか。メインにベイン拳を持つのかどうかってところはちょっと一旦置いといたとしても、このエタラブのところが一応フリー枠みたいな。そうですね。で、理想編成になってくると多分、もう読めたわ。3本目のシャルケン。だよね。さっきの流れから見てるとね。そうか。でもこれなんか理想編成って感じするね。ベイン拳結構応援効果強いからな。でもこれ、今ふと思ったんだけど、あれなんだね。そのベイン拳の余ダメージは、一応ちょっと排水編成であるけど、イービア探検2本なんだ。そうですね。ここまでの排水にすると結構もう火力が出るんで、どちらかっていうと、欲しいのが上限が欲しくなるんで、そういった点でもそうですね。この猫探検が、なんか神髄が強いので。なるほどね。前回からもう上限問題をどうするかなってなってたんで、そういったのを楽にする、猫探検はだいぶいい感じになりましたね。ちなみに、今これベルゼバブと黒キリンで
やってるんですけど、宿命鉄拳よりかは、実は、単なるラブの方が若干。これパラゾの方が強かったですね、ちなみに。これね、パラゾってね、見たくないんですよね、実は。うわそう。これがね。うわー、ここパラゾじゃんじゃ。そうなんです。ここね、タラブ、ね、言ってたでしょ番外編で。パラゾって。しかもパラゾだとあれじゃん、上限も漏れてるから。そうですよ。まあ、もう人境と、これはもう武器捨ての違いだからもうほぼ一緒だね。悔しいですよね。悔しい。あれね、属性かける属性の場合に関してはっていう話だよね。うわ、負けてるし、普通に。確かに。いや、これあれだね、探検の攻撃覚醒、パラとか人境持ってる人はちょっとあれかもしれないね。ここ、要検討だね、本当に。これ面白いですよね、これ。これ面白いね。まあでもあれでしょ、両面属性の場合だけだもんね、これは。そうですね。両面属性とかはこういう風な感じになっていく。属性の中で身武器が入るというのはどういうことだよ、この属性マジで。いや、でもこれあれなんだよな。火力も漏れてるし、上限も漏れてるから、全てをクリアしてるんだよな、これ。でもこれ多分あれだよね。でも猫探検が2本入ってる状態じゃないとこれ成り立たないんじゃないかな。どう？あまり見たくないんですよね。あまり見たくないんですよね、ここ。あれか、ボルテージがなくなっても、パラゾの方が強いか。はい。じゃあこれ、そうか。結構ガチだね、この武器。ガチなんですよ、この武器。バグだろ、この属性。これ理想になるのか。なるほどね。おもろ。ちなみにこれ、あれだよね。シャルケンがもし3本あったら、パラゾの枠がシャルケンになるよね、きっと。だと思うんですけど、ちょっとここについても、ちょっと要検証って感じですね。こうしてみると、本当にシャルケンに、イービア探検に、あと鉄拳にっていう風なところが多分ほぼほぼ必須で、終末オメガがあるから、残り2枠で、メインにベイン拳を持つのか、シャルケンの3本目とかパラドの候補になるのかっていう風な、その辺の遊びしかあんまりないのか。もうほぼ固定だね、じゃあ武器に関しては。もうシャルケンのせいでか、編成がもうほぼ決まるんですよね。マジで。変わり映えがしないっていう風に言うとちょっとなんかデメリットになるかもしれないけど、なんか新しく武器を作るっていう風な人に関しては、シャルケンに合わせて都合を揃えれば、結構フルオートも手動もどっちも融通が利くみたいな。風はもうシャルケンに支配されてますよ。っていう風なところを見ると、やっぱりあれだね、さっき一番最初に言ってたイービア探検とシャルケンだったらシャルケンが優先っていう風なところの中身がここで見えてくるね、普通に。そのイービア探検は上限を上げるっていう風な目的も確かにあるけど、ベインコンシュというダメかぶってるところもあるから、これを考えたら絶対にシャルケンを取った方がいいね、2本目を。そうですね。そこの残りの枠については本当に敵とムーブによるみたいな感じだね、じゃあ。そうですね。OK です。ありがとうございます。でもあれですね、最後に、風属性で必要な召喚石について聞いて、今回の対談は終わりにしていきますか。では最後に、召喚石。これも風属性っていうか、全属性まずいるんですけど、ベルゼバー。そうだね。これについてはもうなんか、説明不要みたいな感じだけど。次に、水着ベリアル。言います。水着ベリアルね。はい。次、全属性。ヤチマ。そうだよね。でもこれ、ヤチマについては主に手動用ですけどね。あれだよね、風属性って結構なんかバーストをいい感じに乗っけて倒すみたいな編成がやっぱ多そうだから、1ターンに2回召喚石を打ってる。例えばなんかあれだよね、バブ召喚して国旗で2プラを2回打つとか、そういう動きを手動で検討し始めるとやっぱヤチマないと相当しんどそうだね、風は。ヤチマがあるないでから多分、1ターン、変わると思います、本当に。召喚石がね、召喚できなかったら1ターン伸ばすしかないもんね。次に、これはもう風属性するんだったら必須です。ラファエル、上限取りましょう。次に、そうですね、手動をするのであれば、最強です。3ターンの追撃がとにかく強い。で、次に武器の火力を単純に増やすイービア。このあたりがそうですね、必須となってくる石になりますね。やっぱイービアそうだよね。なんか俺も今実際イービアまだカウントと自分してないから、サプチケとか来たら風古戦場まで4突立てようと思ってるんだけど、
なんかね、その鉄拳とかがあまりにもその、顔が乗りすぎるから、なんか俺一回入れ替えてみたんだけど、無凸の状態でもいいやいる以内で本当になんか2万とか予測ダメージ変わってたんだよね。仕事から結構ね、枠がもう今、なんですよね。これどうなるんだろうね。たまにベリアル抜いてたりするよね、最近って。そうですね。もうなんか、ベリアルがマストだったんですけど、まあ、火力が足らないから、入れたりとかいうのは。ヤッチャマとかいるから召喚することもできるし、貫突は結構重要そうだな。関しては、まあ、優先するのはこんな感じ？はい、そうですね。結構なんか気になる人多いと思うんだけど、水着ティアマトとか最近どうなの？水着ティアマトなんですけど、いるにはいるんですけど、時にはその召喚石の凸が終わっている場合はっていう風な感じになってきますね。なるほど。じゃああれか、まあ、優先度としてはもう本当にだいぶ下みたいな感じか。無理はしなくていいかなって思います。なんかあれだもんね、肉も修正されてめちゃめちゃ集めやすくなったもんね。わざわざ今後はたいて作るっていう風な必要は確かにないかもしれないね。あった方が便利なのは便利です。絶対便利なんですけど、まあ、優先度は、最後でいいかな。OK。じゃあ石についてはこんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい。いかがでしたでしょうか？なんかあれだね、その一番最初にその武器とかをその口頭で説明してるときは、まあなんか風属性の編成は結構変わってるからイメージしづらい人も多かったかもしれないんだけど、やっぱ実際の編成を見ると、全然なんかやっぱりね、そのイメージ変わったね。っていうかなんかイメージ変わったというか、普通にもう決まってるんだなっていう風な感じだった、個人的に入れる武器は。そうですね。もう、なんかもう本当にシャルケンと猫探検に縛られてんなって思ってました。まあ、どの属性も必須だから、ああいう武器は入れることになるんだけど、風属性はスキル制限っていうものがあるから、なおさら武器いじりにくいもんね。まあじゃあ今回のね、まあシャルケンとか、イーウェア探検とか、まあ最近出たような武器が結構優先度高いっていう風に言われてるんで、まあこれから風属性を強化するっていう人に関しては、今回の水着でね、まあどんなキャラが来るかわかんないから、天井のタイミングが完全にコントロールできるか結構怪しいんだけど、まあそのシャルケンとか、そういった優先度の高い武器を狙って、古戦場を準備する上での、まあ今回の編成がね、その参考になればいいなっていう風に思います。はい。では、セイウチさん、本当に本日はありがとうございます。なんか最後にセイウチさんの方から告知とか、なんかその宣伝とかあれば、まあ、ぜひよろしくお願いします。8月のライブ復活するんで、ぜひともよろしくお願いします。古戦場もほら、今回いっぱい頑張るよ。お古戦場もまあ、動画で頑張るかライブで、頑張るかっていうのが、今のところがちょっと、未中なんですけど、まあそれがまた、決まったら告知をするので、まあその時はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、セイさんはね、まあなんかね、動画をいっぱい上げれる人だから、まあぜひね、その風属性の編成気になる人とか、あとなんか、今回あれですもんね、そのシャルケの3本目がまだ用意できてないっていうことだったから、まあその辺のところも今後なんか動画にしていくっていうふうに言ってましたもんね。はい、そうですね。まあなので、その風属性の発展とかが気になる人は、まあぜひ声優さんのチャンネル登録してもらって、まあその、続報の動画を楽しみにしてもらうか、あと、あれですもんね、マシュマロ、やってるんでしたっけ？やります。OK、じゃあそのマシュマロでなんか声優さんに直接質問してもらうとかっていう風な感じで、まあ、ぜひね、その風属性の強化とかっていうところをちょっと今回の対談をもとになんかいいものにしてもらえたなっていう風に思います。よろしくお願いします。はい。ではまあ今回の、対談はまあ第1弾ということで、まあこれ今までもずっとそうだったんですけど、まあ次の第2弾の対談もちょっと近々やっていこうと思います。で、第2弾の対談の内容としては、まあ具体的なもう本当にね、次はムーブとか、どういう風な感じの構成で編成を組み立っていくかっていうところを、まあその必要なキャラとかっていう風なところを含めてちょっと話していこうと思うんで、まあそちらもね、ぜひお楽しみにということで。あとは、冒頭でもちらっと話したんですけど、ロムフェアですね。はい。みんな絶対に気になるであろう、そのルミナス武器に関しても、声優さんが持ってるんで、このロムフェア専用の対談っていうのも今後行っていこうと思うんで、まあ、今後の対談についてもちょっとぜひお楽しみにということで、本日の対談はこんな感じで終わりにしていこうと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら、クワトロのチャンネルもチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。